ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ミスノースカロライナ USA2026 に選ばれてからわずか1ヶ月余りで、ブリタニー・ボルトンハウスの任期が突然終わりを迎えたという話題についてよ。現在、ミス USA 機構が彼女のタイトルを剥奪したことを発表して、その厳しすぎる対応と背景にある問題について、世界中で大きな論争が巻き起こっているの。ミスノースカロライナ USA って全米大会に出るようなものすごい栄誉ある美女の称号やろ？それが選ばれてたった1ヶ月でクビになったって何ばしとっと。普通ならこれから1年間華やかにメディアに出て活動する時期やのに、そんなスピード解任なんて前代未聞ばい。一体何をやらかしたと？今日はミスノースカロライナ USA がわずか1ヶ月で王座を剥奪された理由、そしてミス USA 機構のトップが語った厳格な行動規範と驚きの裏事情について徹底的に解説していくよ。華やかなミスコンの裏でそんなドロドロしたスキャンダルが起きておったとはね。表面的なニュースではタイトル剥奪でさらっと買い取ったけど、絶対裏でとんでもない差別発言とかやらかしとるはずばい。うち、こういう人間の裏の顔が出る話題は大好きやけん、しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ、順番に詳しく見ていくよ。まず、ミス USA 機構は8月5日にボルトンハウス氏が2026年のミスノースカロライナ USA の称号を失ったと公式に発表したの。同機構はボルトンハウス氏の行為が機構の基準に違反するとしてタイトル保持者、州のディレクター、そして機構が共同で決定を下したと説明しているんだよ。機構全体で満場一致のクビ宣告ってことやね。よっぽど組織の顔として許せん言葉したんやろ。具体的にどんなルール違反やったと？ミス USA およびミスティーン USA の会長兼 CEO であるトム・ブロデュー氏は今回の決定に至った具体的な行為については明言しなかったの。だけど、同団体は人種差別、同性愛嫌悪、トランスジェンダー嫌悪、そしていかなる人物の尊厳をも奪うような言動も容認しないとはっきり述べているんだよ。具体的な行動を言わんから逆に想像が膨らむばい。人種差別、同性愛嫌悪、トランスジェンダー嫌悪って今の時代に一番やったらあかん地雷を全部踏み抜いたってことやん。SNS の裏垢で昔の差別的な発言がバレたとか、そういうパターンやろね。ブロデュー氏は声明の中で、これはプレスリリース用に書かれた方針ではありません。これはこのブランドを代表する上で最低限必要なことなのですと強調しているの。ピープルもボルトンハウス氏とミス USA の代理人にコメントを求めて取材を進めているところなんだよ。最低限必要なことねえ。そりゃそうよ、スポンサーがついとる大組織やもん。差別主義者を王座に置いとったら企業イメージが地に落ちるもんね。さらに、ブロデュー氏はこのタイトルを保持することは単にミスコンで優勝すること以上の期待を伴うと強調しているの。ここでのタイトルは単なる飾り物ではありません。それは組織から与えられる信頼の賞であり、公の場でその基準を担うことに同意した女性が受け入れるものですと彼は述べているの。そして、その基準が破られた場合、何事もなかったかのようにタイトルを継続することはできないと続けているんだよ。単なる飾り物ではないて、めちゃくちゃ重たい言葉やね。ティアラを被った瞬間から個人の自由じゃなくて、組織の看板を背負わされるわけやけん、自覚が足りんかったってことたい。で、その問題の行動って一瞬の気の迷いとかじゃなくて結構根深いものやったんと？そこが重要なところで、ブロデュー氏によると、組織の決定は単一の事件に基づいたものではないというの。我々に提示されたのは単なる一瞬の出来事ではなかった。それは長期間にわたる行動を反映したものだった。だからこそ、このような結果になったのであり、私は何の留保もなく、この結果を支持すると彼は述べているの。長期間にわたる行動？つまり、昔からそういう差別的な思想や素行の問題があって、それが選ばれた後に一気に表沙汰になったってことやん。選考委員の審査の時は隠し通せたかもしれんけど、バレる時は一瞬やったわけやね。ブロデュー氏は、州タイトル保持者は、州レベルの競技会に出場するために、選考、審査、承認を受けているとし、組織は、この件が我々のところに届くと、すぐに対応したと述べているよ。彼は判決を擁護しつつも、ボルトンハウス氏もやはり人間であることを忘れてはならないと人々に訴えているの。擁護しつつも人間性を思いやる発言やね。なんて言うとると？この事件の中心には若い女性がいる。彼女は私たちのほとんどが耐えられないような形で公の場で名前をさらされ、詮索され、裁かれてきた。
それでも彼女は家族を持ち、未来があり、この出来事よりもはるかに長い人生が待っている一人の人間なのだと彼は述べているの。さらに、私は責任を問うために残酷な手段が必要だとか、一線を越えたものの没落を楽しむことが一線を越えることだとは決して思っていませんと続けているんだよ。まあ、それはそうやね。ネットの民は一度炎上したら袋叩きにするけんね。罪を憎んで人を憎まずってやつやろか。でも、彼女自身は何か反省とか謝罪とかしとるんと？ここで、ボルトンハウス氏の今後の動きやネットで巻き起こっている激しい論争の核心に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。ブロデュー氏は、ボルトンハウス氏が近々発表する声明文をすでに読んだと述べているの。その声明文には、責任、説明責任、そして謝罪が含まれていると評されているんだよ。自分の口でちゃんと謝罪する予定はあるんやね。それがせめてもの救いばい。それは、すでに生じた損害を元に戻すものでも、結果を変えるものでもないが、損害を修復できる唯一のもの、つまり変化の始まりとなると彼は述べているの。さらに、人は変われると私は信じています。しかし、変化とは単なる言葉ではなく、行動によって示されるものだということも十分に理解しています。それは、謝罪だけではなく、時間をかけて、公の場で行動を通して気づかれるものなのですと付け加えているんだよ。会長の言う通りやね。口先だけの、すみませんでしたなら、誰でも言えるけんね。これからの人生でどう行動するかが見ものばい。ブロデュー氏は最後にボルトンハウスの将来への希望を表明して皆さんがこの世界に貢献できる最高のものはこれからきっと見つかるでしょうと語っているの。そしてマイラ・ハドリーが2026年のミス・ノースカロライナ USA の称号を引き継ぐことを発表し、彼女は組織から全面的に信頼され支持されていると述べたんだよ。なるほどね。繰り上げで次の人が王座を引き継ぐわけやね。マイラ・ハドリーさん、急に大役が回ってきてびっくりやろうけど、頑張ってほしいばい。このニュースに対して、ネットのユーザーたちは、どんな反応を示しとると？ネット上でも、今回の王座剥奪劇について、様々な意見が飛び交っていて、いくつか紹介するとね、差別発言をしたなら、王座剥奪は当然の処罰だ。ミスコンの代表としてふさわしくない。選出からたった1ヶ月でクビになるなんて、事前の身辺調査が甘すぎたのでは？彼女を責めるのは自由だけど、ネットで過剰に叩きすぎるのも良くない。更生のチャンスは与えるべきだ。新しく選ばれたマイラ・ハドリーには、クビになった人の分まで素晴らしい活動をしてほしいというように、機構の判断を支持する声が多い一方で、事前の審査体制への疑問や、SNS での過剰なバッシングを懸念する声も上がっているの。やっぱりみんな差別は許されんっていう意見の一方で、そもそもなんでそんな奴を候補にしとったんやっていう主催者側の責任もつついとるんやね。一瞬の栄光をつかんだと思ったら自分の過去の行動で一気に奈落の底に落とされるなんて、芸能界もミスコンも本当に甘くない世界ばい。本当にそうだよね。華やかな王座の裏には組織のブランドを守るための厳しい現実と個人の責任という重い代償があるんだよ。これからマイラ・ハドリーが新しいノースカロライナ代表としてどう輝くのか、そしてボルトンハウス氏がどう変わっていくのか注目が集まるね。ほんとそれたい。うちもこれ以上変なスキャンダルが起きんかしっかり見守っとくけんね。ということで今日はミス・ノースカロライナ USA が選出からわずか1ヶ月で称号を剥奪されたという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。